椿だぜ。チカなのよ。今回は軽く格闘ゲーム。ということでリアルバット画廊伝説2をプレイしてもらうわよ。間すっ飛ばして一気に末期作だな。本作は98年のタイトルね。画廊伝説としては7作目のタイトルで、おなじみの顔ぶれが登場する画廊伝説としては最後の作品よ。この次がマーク・オブ・ウルブスか。テリー以外は全員新キャラになってしまったわね。マック・オブ・ルブスに関しては現在新作が開発中。テリーと一緒にアンリーとジョーの姿も確認されていて、結構期待されてる最新の格闘ゲームなんだよな。どこかの石油王が気前よく金出してくれねえかな。が現実になった世界。石油王っていうか国王なんだけどな。椿か。はい。本作は先にも述べた通り98年のタイトルなの。格闘ゲームという分野の成熟期とも呼べる頃ね。KOF も98は評判がいいもんな。おなじみのテリーでゲームスタートだ。本作はとてもテンポが良い作品でもあって、クリアまでは約15分とコンパクトなの。キャラは多いが全員と戦わなくていい時代になっていたな。次回作で元に戻ってしまうけど、本作では入力系もシンプルに変更されているの。いいボタンの役割が違うんだよな。乱暴な言い方をするならギルティギアに近いわね。パンチキックハイスラって感じだな。 T がライン移動やライン攻撃に使用するわね。メイビーマイ C からの D で戻す。本作の奥ラインは一時的な退避場所でしかなく、奥に移動しても一定時間で元のラインに戻ってくる仕様よ。基本的には奥に避ければ大抵の攻撃は無効化できるが、対応する攻撃は届くし、届いたらガードできないって仕様だ。連続技で奥に移動させれば追撃もヒットする感じだな。体力は黄色の部分と赤の部分の2本があるわ。半分減った時点で超必殺技は使い放題だ。従来作に比べると解禁が早いわよね。禁止というにはまだ半分残ってるもんな。準備 OK だ。はい。禁止かつゲージ仕様で潜在能力だ。避け攻撃に関しては従来作通りなのよ。ガード姿勢中に前と A だな。はい。2人目、山ちゃんね。ここは奥のラインがないステージだ。ノーカットでラストまで流しても15分程度とコンパクトなゲームプレイなの。テンポがいいのであんまりカットする部分がないのよ。そいつは編集が楽でいいな。というわけで全キャラでクリアして全員のエンディングをお見せするのよ。マジで言ってんのか。さらには特殊な条件を満たすことで乱入してくる隠しキャラもご紹介するのよ。そいつは結構しんどいな。隠しキャラに関しては CPU レベルを下げるのもやむなしなのよ。 CPU 線の攻略に関して言えば特にないな。旧来の SNK 格闘にありがちな知らなきゃ勝てないような敵ではないのよね。 CPU 線は対戦待ちの技練習みたいな時代だしな。むしろシングル台を探さないとエンディングなんて逃げないご時世だったわね。そんな感じなので適当に飛び込んでコンボ狙えばなんかその感じになります。そういう意味ではフィーリングで遊べる難易度にはなってるわね。はい。バッサリカットしてラスボスなのよ。カットしすぎじゃね。道中で1回負けてコンティニューしているわ。コンティニューサービスとか息の利いたシステムがあったな。一本選手状態でコンティニューできたり、ゲージマックスだったり、敵品種なんかが選べるわよ。ラスボスは基本的にビーストとライダーの2択なのよ。割とどうにかなりそう。下段当てに。マジかよお前。まずったかな。トリプルレイザー。自分が壁を背負うくらいの状況じゃないと当てにくい。当たったわ。最後はあっさりめ。対戦メインの時代なのでコンティニューしてもエンディングは見られるのよ。ちょっとカットしすぎだろ。まだ3分ちょいだぞ。各キャラのエンディングが約40秒。プレイヤブルキャラが22人いるの。エンディングだけ紹介しても15分くらいになるのよ。結構かかるな。隠しキャラについての紹介したいので本編紹介が薄くなってしまったわね。テリーのエンディングは釣りか。新たな趣味のトローリングを楽しんでいるという内容ね。エンディングは各キャラのその後の展開を描いているものが多いのだけど、一部のキャラはギャグ路線に振り切れていたりもするのよ。スペシャルのエンディングも結構お笑い要素はあったよな。本作では割と平和的なノリになっていることが多いと思うわ。はい、隠しキャラの乱入条件について解説するわよ。条件は2つ。1ラウンドも落としていないこと。加えて KO 条件を満たすことでラスボス討伐後にボーナスステージとして登場するのよ。なるべく序盤に超必殺 KO を稼いでおきたいな。超必殺なら8回、4人目までに満たしてしまえば、あとは負けないように進行すれば OK ね。アルフレッド。
家庭用のリアルバトスペシャルの主人公で本作が初出になるわ。こっちが先なのか。本作の方が3ヶ月だけど先に出ているの。本作で先行お披露目だったのよ。ぶっちゃけ知らないキャラなのだけど、 KOF99 ではエクストラストライカーとして登場しているわ。そんなん知らんわ。その対空強い。正面と両方向への斬撃のような技を持っているわね。居合蹴り食らってる気分になる。やめてやめて。地味に強いんですが。小技からの連携。当たったわ。適当ぶっぱである。1ラインバトルなら奥には逃げられんぞ。パワーゲーターを飛び越えるのは大変なのよ。潰される。しっかり繋いでくる。強えんだけど。 CPU レベルは1である。ちなみにボーナスステージ扱いなので負けてもエンディングコンティニューはできない仕様なのよ。マジかよ。なんとなくだけど勝ちたいな。こっち来んな。当たってクレメンス。なんとか勝ちました。時間切れも意識していました。ツバチカ。ツバチカ。はい、ここからは各キャラクターのエンディングを順に見ていくわよ。新キャラ2名は最後に回す感じで左上のテリーから右方向に流していくぞ。山ちゃんこと山崎隆二。沖縄出身の日本人なのよ。ガロー3で初登場。当時31歳の設定ね。リアルバトスペシャルや KOF では33歳となっているわ。本風乱入してきたこれ。お仕事は闇のブローカーってことで警察関連のキャラと関わりも多いのよ。ちなみに各キャラのエンディングは連動していたりしていなかったりするのよ。どっちだよ。山ちゃんエンドなので逃げ合わせているけど本風エンドなら展開が違うのよ。なるほど、そういう形なんだな。 KOF ではオロチの系譜に組み込まれているけど本編的にはオロチとは無関係なのよ。お次はビリー・カーンだ。初登場時は26歳でリアルバトスペシャルの際には30歳という設定ね。結構年いってるな。ビリーのエンディングはおバカ路線の内容になっているわ。新しい三節コンが完成したんだな。早速装備したまえ。新しい武器を持てば使いたくもなるよな。獲物の性能を熟知する必要があるのよ。そうはならんやろ。大惨事っていうか深刻なテロ行為なのよ。あかんやつ。そしてこの顔である。せめて夢落ちにしてあげて。お次はボブ・ウィルソン。リチャードにスカウトされた顔と角2号店の店長で。レッツゴーボブ。年齢は24歳くらい。くらいってなんだよ。具体的な表記がなかったのよ。でも74年生まれらしいので98年なら24歳になる計算なのよ。今年50歳じゃないか。夢のないことを考えてはいけない。エンディングは見事なダンスから頭部に引火。こうして2号店は失われてしまうのよ。火事になってんじゃねえか。さっきのはハゲるかアフロになる流れだろ。そしてこの顔である。真顔で落とすのやめろ。アンディ・ボガード。リアルバトスペシャル当時で24歳。1972年生まれなのよ。今年52歳っすか。そりゃちなるおっさんも年を取るわ。大丈夫これ。おセンシティブな内容ではない。アーケードゲームのエンディングなので察してね。だいぶあかんやつだと思う。オチに向けたミスリード。リア充爆発しろ。はい、健全なカップルのお話でした。結局こいつらどうなったんだ。詳細は不明。上東。初回作より登場の主人公の一人ね。リアルバトスペシャル基準で24歳になっているわ。1972年の生まれなので今年で52歳。恐ろしい恐ろしい。西暦2000年とか未来だと思ってた。つい最近のことだと思ってた。1998年は26年前。そりゃみんな年を取るわよ。はい、エンディング内容はジョーが巨大ワニから幼女を救出しているぞ。タイでは結構な有名人なのよ。余談だけどビリーの妹と結構いい感じだけどお兄ちゃんのワードが硬すぎる問題を抱えているのよ。どこの真柴さんだよ。はい、今の活躍は映画の予告編でした。それはそれですごいと思います。お次は望月総太。はい、リキに専門ページがないくらいにはマイナーな人。リアルバトスペシャル当時で50歳。1946年の生まれになっているわ。ご存命なら今年で78歳。エンディングの内容は彼の日常的なものかしらね。使用する技の多くも既存の格闘技には属さないオカルト的なものが多いの。そういう意味ではキャラ的にちょっと浮いちゃってる感じかな。
3で登場した秘伝書をめぐる物語に絡んできた人になるが、本作はそういう小難しいストーリーは省いた感じになっているわね。なんか悪霊退散的なことをしているお坊さんってことでいいのかな。一応は忍者。ギース・ハワード。リアルバトスペシャル当時で43歳。リアルバト時点で死亡しているの。スペシャルでは悪夢、ナイトメアとして登場し、本作では秘伝書の見せた幻として出場よ。新レナオ、2作品連続で出てるのか。3から続いていた秘伝書関連のストーリーだけど、本作で直接関連していそうなのはこのエンディングだけで。死んだからって切ることができない人気キャラだしね。仕方がないね。前作に登場する EX ビリーはギースの死亡、悲しみで精神が崩壊してしまったというやべえ設定なのよ。健康なビリーでよかった。お次はチンシンさん。2作目とスペシャルに出ていこう。しばらくお休みだった所長ね。リアルバトスペシャルで復帰して、そのままリアルバト2にも出場なのよ。ハン先生の弟子の一人で、テリーやアンディの兄弟子にあたるわね。修行時代の同門にギースやジェフも含まれているの。ジェフはテリーたちの父親だな。チンは禁止されていたストリートファイトに参加。天津さえ八百長に加担しており破門されてしまうわ。金には汚いキャラなんだよな。香港を拠点に商売をしていて、山崎とは対立関係にあるの。山崎を追う本府に情報提供をするなど、メインである秘伝書よりも商売を重視する立ち位置ね。お次はシャヌイマイ。アヒル口を習得、さらにあざとくなったわね。初登場時は化粧濃かったのにな。初登場時は19歳である。マジで。リアルバトスペシャル当時で23歳。アンディより2つ若い設定ね。つまり74年生まれ。ちなみにお誕生日は元旦です。2024年現在だと50歳。頭が。はい、頭がやべえのはアンディの方なのよ。取れた。大事な部品が取れた。兄貴もずっと帽子かぶってるもんな。怪しいと思ってたんだ。それなら絶対に帽子投げたりしないでしょ。はい、安定の夢落ちでした。キムカッファン、安定の偽善者。やらない善よりやる偽善なのよ。はい、キムはリアルバトスペシャル当時で32歳。64年生まれってことは今年で60歳なのか。はい、キムのエンディングではジン兄弟をまとめて弟子にしてしまうわ。こいつらもこれっきり出てきてない感じだよな。マック・オブ・ルブスではキムの息子2名が参戦しているわね。そう考えると次回作でワンチャンあったらいいわよね。テコンドー増えすぎてもな。これはあくまでキムのエンディングなのよ。そうか、当人たちのエンディングはまた違うのか。ジン兄弟は似てないけど双子で1980年生まれの設定ね。キムの息子たちより少し年上の設定なのよ。そうなのか。お次はホンフ。どう見ても香港の映画スターである。まあ、ジャッキーだよな。謎の九州弁を使うのだけど、これは英語の発音が苦手というのを表現しているそうよ。刑事さんなんだよな。はい、香港警察の刑事さんで、アジア方面での武器の横流しなどを操作する上で、山崎を追っているポジションの人ね。キャラ的にはコミカルなおバカキャラではあるんだが、そのあたりは元ネタであるジャッキーの影響だろうと予想できるな。バーサスシリーズではチュンリーと一緒に行動していたりもするわよ。おっと、山崎のエンディングではこけてたのに、こっちでは肉薄している感じだぞ。これがメイン補正です。お次はクラウザーさん。フルネームはウルフガング・クラウザー・フォン・シュトロハイム。ストロハイム。生年月日は不明ということになっているキャラね。コミックからの逆輸入設定として、ギースとはイボ兄弟ってことになっているわ。後付け設定だったのか。3本の秘伝書のうちの1つを所持していたのだけど、中途採用した幹部に持ち逃げされているのよ。ビリーのお仕事ですね。結果としてギースが秘伝書を全て揃えてしまい、謎のパワーでタウンを支配してしまうのよ。街を支配する程度の能力。ギース曰く、何も書かれていなかった。最強の力と永遠の命は幻に過ぎない、とのことよ。本人は幻として出てきてるけどな。はい。クラウザーエンドでは何度も鎧を脱ぎ散らかすので G が切れるのよ。ゲーメストの4コマで見た気もする。お次はタン先生。リアルバトスペシャル時代で72歳。1924年生まれなので生きていれば今年で100歳なのよ。マジか。流派は八極聖剣。初期の頃は聖なる拳と書いて聖剣だったのだけど、後に正しい拳の聖剣に表記が改まったのよ。ちょっとボケてただけだろう。平気平気。はい。キムのエンドでは兄弟まとめてテコンドーに弟子入りしていたジン兄弟だけど、タン先生のエンディングとジン兄であるチョンメイのエンドではタン先生ルートになっているわ。多数決によりこちらが生死ってことに。お次はダッキー。煽り性能の高そうなポーズね。王様だからな。
リアルバトスペシャル当時で29歳、テリーより4つ年上で67年生まれ。今年57歳、まだモヒカンだといいな。嫌いなものはライジングタックルらしいわ。いつ食らったんだよ、1の頃か？ぶっちゃけ関連キャラクターがテリーのみと、他はもう、ひよこ以外友達がいないみたいなのよ。悲しいことを言うんじゃないよ。大切なものはひよこのピーちゃん。たくさんいるっぽいけど、全部同じピーちゃんなのか？謎なのよ。ちなみにアヒルは生後半年ほどで生殖が可能になって、最大で20年くらい生きるそうよ。成長しない謎のアヒルか、常に若いひよこを補充している説。お次はブルーマリー。本名はマリー・ライアン。マップ・オブ・ルブスに登場するケビン・ライアンとは遠い親戚らしいわ。おじいさんが日本人の日系3世。そのおじいさんはギースに古武術を教えたのよ。世間狭すぎ問題。この人、テリーと良い感じの中ではなかったか？本人曰く、良いのみ友達らしいわ。テリーはテリーでこの後くらいからギースの息子を育てることになるもんな。正確な時期は不明だけど、マック・オブ・ルブス当時でテリーが35歳、ロックが17歳という設定で。やっちまったなお姉ちゃん。はい、この流れからのギャグ要因でした。お次は、ジン、弟、ジンチョンシュ。初登場時は14歳、リアルバトスペシャルの時点で15歳になるわね。人海流という別の人格が眠っているという設定なのよ。そうなのか、兄貴の方は？あっちはあっちで人空流という別人格が眠っているの。秦の始皇帝時代の人物らしく、秘伝書を書き残した人の息子の魂ということなの。完全復活するには秘伝書を全て揃える必要があるのよ。以後出番がないってことは、もうそっとしておこうってことになったのかな？おそらくそうね。次回作ではロックを主軸とした新章の幕開けだったのだけど、そのまま会社が潰れてしまったのよ。そういう意味では続きが気になっていたんだよな。新作に期待なのよ。お次はローレンス・ブラッド。見るからに闘牛士なのだけど、お仕事は警備員。シュトロハイム城の警備課長なのよ。嫌いなものは、女子供。ゲイなの？そんな雰囲気は醸し出しているけど明言はされてないわよ。いつになく顔が濃いんだよな。基本的にコミカライズの際にはろくな扱いをされないカマセイヌなの。ボンボンバンはなかなかにひどかったと聞くぞ。テリーに睨まれただけで立てないと悟って敗走するの。戦車で逆襲しようとするの。スーパーバーンナックルで返り討ち。戦車ごと爆死することになるのよ。何言ってんだこの人。はい、お次はジンアニ。ジンチョンレイ。事の経緯は弟の方で解説した通りで、2200年前の祖先の魂に乗っ取られたり、乗っ取られなかったりしながら生きているのよ。リアルバート時代は秘伝書の呪縛から逃れようとしていたけど、リアルバートスペシャルでは苦しめられている描写があるわ。本作では2人とも修行して立ち向かうことを選んだ形だな。もともとは1人の予定でデザインが2つあったんだけど、結局両方使うことになって双子になってしまったのよ。3の時の隠しというか、真のボスだったな。タン先生のエンディングと同一の内容だけど、専用の絵も1枚用意されているわ。ベストキッドやんか。お次はフランコバッシュ。リアルバトスペシャル当時で34歳。大切なものは妻と息子という満点パパなのよ。だいぶどっかの市長に似てるよな。この人はリアルバトスペシャル以降、見た目が随分と変わってしまったのね。もともとぼつかったけど、ここまで悪くはなかったよな。プロフィール上の体重は5キロ増加なのよ。もともとキックボクサーだったのだけど一度引退して整備工として働いていたの。リアルバート以後に現役復帰を果たすのね。脱皮してるんだけど。こんなネタにされてしまうくらいに、突然丸々と太ってしまったフランコさんでした。そういや多かった気がするわ。中国娘。リーシャンって、中国系アメリカ人なのよ。マジかよ。サウスタウンの中華街で働いているのよ。ちなみに彼女の衣装はお店の制服らしいわ。KOF にはちょいちょい出ていたよな。2000年頃からよく出ていた気がするわ。マックス超必殺技が2001ヒットとかしちゃう子だよな。翌年は2002ヒットになっていたわね。ちなみに彼女の流派は様々な憲法のミックスなの。知らない人にジョーがやられているぞ。あの大男はラオという名前で、オープニングでもで新キャラに吹っ飛ばされる係なのよ。このシーンからオープニングに繋がるのか。余談だけどマック・オブ・ルブスではリーリン・ナイツのメンバーなのよ。リバ、イーリン・ナイツ。はい、最後だな、ミックストラウド。一応は本作の主人公ポジションなの。とはいえ、本作はあんまりメインの話には絡まない、お祭り作品的なポジションの扱いなので、よくわからない人なのよ。このお姉ちゃん誰？わからないのよ。た
ただ KOF シリーズのバネッサがよく似た技を使っていたり、同チームのセスがリップのことをよく知ってるという描写はあるの。アーケード作品では本作にのみ登場。他もネオジオポケット版に出ただけのキャラになるわ。あとは KOF94 リブート版のメキシコステージの背景にいるわね。こいつイケメンかつ使っていて面白いキャラだったんだけどな。今後の活躍に期待ね。なんぼし無理やで。つばちか。はい。というわけで今回はここまで。なんか解説動画風味なのは初めてじゃないかな。普通にクリアするだけの予定だったのだけど、面白いエンディングも多いので予定変更しちゃったわね。ぶっちゃけエンディングを紹介するだけの動画なら探せば普通にあると思うんだ。イグザクトリなので予備知識としてどうでもいい小話で繋いでいるのよ。こんな感じにレトロゲームの話題や実況プレイをしているチャンネルだ。まだの人はぜひチャンネル登録してくれよな。 Twitter もやってます。チャンネル説明にくっついてるリンクからフォローできるわよ。最後までのご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。また遊びに来てくれよな。またね。はい、今回はあやい先生に授業でオチがつく面白い話を考えてもらったわよ。楽しようとすな。いいからこれ読んで。今日は何月何日？ 1月16日。そう1月16日。つまり16だよ。それはオチじゃなくてダジャレだよ。は意味がわからないわ。